どうもいつもお世話になっております。ムケマルです。今回はアルカリア霊式ヘビー級4層後半の解説動画になります。早期攻略動画のため、大砲が固定される前の一例としてご活用ください。まずマーカーはご覧の通り。ギミックの流れは、このような図解で直感的に把握できるように解説していきます。それではよろしくお願いいたします。アルカリアンフレーム。とても痛い全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。レプリケーション。ちなみにこのギミック中ボスはずっとオートアタックをしてきます。バフや単体ケアを意識してください。東西南北に分身が4体出現します。この4体がそれぞれ別の攻撃をしてきます。炎分身は近くの1人に飛びついてペア頭回り。闇分身は近くの2人に円範囲。残り2体は縦または横の扇範囲をしてきます。この1回目の後、ボスが前方全面範囲をしてくるのでそれを避けます。分身が分裂して8体になり、それぞれが移動して同じ攻撃をもう一度してきます。そして2回目は、一度受けた属性は耐性低下で受けられないので、基本的に逆の属性を受けるという流れになります。今回は近接打ちの処理、後でレプリ固定法をご紹介します。では詳しく見ていきましょう。ここで見るのは3つです。1回目にペアが何を受けたか、炎または闇分身がどこか、扇範囲が南北か東西か。1回目の分身が出たら、図のように数字マーカーを挟む形でペア3回します。敵視リストに分身の詠唱が出るので、詠唱完了のタイミングで位置にいれば OK です。着弾したら、ペアが炎を受けたのか、闇を受けたのか、何もないのかを覚えておきましょう。遠隔は、扇範囲も南北か東西かを確認しておきます。今回は、1回目にペア後回りを受けた視点になります。この時点で、炎属性低下がついているから次は闇を受けるので、闇分身の位置を確認します。そして扇範囲は東西だなって思っておきます。スネークキック。すぐに前方全面範囲が来ます。分身に気を取られて前に残りやすいので、ここは注意です。次に分身が分裂し移動します。分身の種類を見失った場合は、数字マーカー上が炎分身、その対角が闇分身という目印を使ってください。分裂後の分身は移動が早いので、自分のペアが追う分身をしっかり見るのが一番大事です。最後は、自分の担当の分身が移動した先の扇範囲のアンチで、範囲を誘導します。闇はボスを見て闇分身の左側をタンクヒラ、右側を DPS で分かれて受けます。炎はボスを見て炎分身の左側でペアで受けます。スネークキック後、今回は闇の円範囲を誘導したいので、分身が分裂したら闇分身を凝視します。近接 DPS なので、ボスに近い闇分身により、向かって右に移動して闇範囲を誘導します。分身の移動先は斜めになりますが、内側で受ける位置は、最終的に東西南北のどれかになります。では別パターンとして、1回目に闇を受けた近接視点を見てみましょう。まず、1回目に闇範囲を受けました。範囲を受けたら、一旦ボス背面に移動します。この後2回目は炎を受けたいので、あらかじめ炎分身を凝視しておきます。分身が分裂したら、内側に来る分身を目で追います。今回は2回目が炎なので、ペア後回りです。ボスを見て、分身の左側で受けます。次は、1回目に何も来ていない遠隔視点です。1回目に何も範囲が来なかった場合、2回目は闇を受けます。扇範囲は南北でしたね。範囲は来なかったのを確認後、ボス背面に移動します。この後闇範囲を受けたいので、闇分身を凝視しておきます。分身が分裂したら、外側へ行く分身を目で追います。今回は2回目が闇なので、円範囲を受けるペアと扇範囲のアンチで重ならないように受けます。ちょっとここで、レプリ固定法についても触れます。基本ルールは今までと同じです。違うのは、遠隔も扇範囲が南北か東西かを見なくていいってところ。立ち位置を完全に固定して、それぞれ決まった分身の攻撃を受けに行きます。立つ場所はこの緑の丸です。内側は近接、外側は遠隔。ここは今までと変わりません。炎分身と闇分身は、必ず斜めに交互に並びます。外周闇分身を基準に3回します。内側、炎を受ける近接ペア。真ん中の四角の、
炎側の辺の中点。内側、闇を受けるペア。闇分身の左に DPS、右にタンク。この斜め3マスのラインの四角の辺の中点です。外側、炎を受ける遠隔。炎分身の右のエイジマーカー。外側、闇を受ける遠隔。中央を見て闇分身の左が DPS、右がヒラ。遠隔はどの立ち位置もエイジマーカー上で OK です。このやり方だと、扇の向きを見なくていいのはかなり楽です。ただし注意点。遠隔の誘導距離がかなりシビアです。近接の位置がずれていると、遠隔に誘導がいかなくなり事故ります。なので、近接はしっかり立ち位置を固定してください。分身の並びはこの4パターンだけです。レプリ固定法を使う場合は、この図に記載した緑の丸を目安にしてください。先に進みます。ダブルソバット。ヘイト1位にタンク2人の頭割り強攻撃が来ます。ここ、ヘイト1位タンクは無敵受けをおすすめです。その分浮いたバフはオートアタックがかなり痛いので、そっちに回してあげてください。このタンク強は投資で3回来ます。なので基本は、MT、ST、MT。この順番で無敵を回すのが楽です。ナイトだけ注意。ナイトだけ陰輪の立家が間に合いません。なのでナイトがいる場合は、ナイトは2回目担当にしておきましょう。あと陰輪は、栄翔が8割くらい進んでから押してください。早すぎると、最後の一発に無敵が切れてしまいます。強攻撃後、ボスがくるってして前方反面範囲をしてくるので、背面で回避してください。最後に、ヘイト1、2へ巨大円範囲の強攻撃が来ます。模倣細胞。まずは全体の流れを見ていきましょう。模倣細胞が順番に8体出現し、線がついたプレイヤーの姿を模倣します。続いて、ボスの分身が6体出現し、ボス本体と分身から受け渡し可能な線が伸びてきます。この線は途中で取り直しができ、取った線の種類に応じてギミックが発動します。その後、ボス本体が線の対象に飛びつき、前方反面範囲、近い4人に扇範囲、大円範囲が3つ、これが同時に来ます。その後、頭割りと扇範囲、スネークキックが連続できます。さらにリエナクトメントでプレイヤー分身からギミックが出現順に発動します。そして、ボス本体からニアファーも来ます。という具合に色々起こってます。では、ギミックごとに分けて説明していきます。模倣細胞の性質。模倣細胞は A と C から2体ずつ時計回りに8体出現します。模倣細胞は元になったプレイヤーの取った線の範囲をコピーします。例えば、頭割りの線を取って頭割りが着弾すると、分身からも頭割りが来ます。扇範囲の線を取って扇範囲が出ると、分身からも扇範囲が出ます。円範囲の線を取って円範囲が着弾すると、分身からも円範囲が来ます。つまり、自分が受けた攻撃を、そのまま分身が再現するという仕組みです。これらは即発動ではなく、リエナクトメントってボスの技後に、分身が出現した順で発動します。線絡みのボス分身からの攻撃は、全部で5種類です。4人の頭割り。向いている方向に扇範囲。巨大円範囲。ボス線は都心、円範囲。近い4人に扇範囲。線なしは一番遠い対象に巨大円範囲。それらとは別に、ギミックの最中、ボスからのニアファーのペア頭割りとスネークキックの前方範囲も来ます。それでは処理方法について解説します。今回ご紹介するのは牛子式です。この処理の一番の特徴は、ニアファーの誘導を判断しなくていいところです。また、この処理は B マーカー基準で行うので、以降の模倣細胞の説明はすべて B を基準として説明します。説明の便宜上、図も90度回転して説明します。線の取り方。模倣細胞が出たら、線がついた自分の位置を確認します。模倣細胞中、ロールは関係ないので、図のプレイヤーを担当マーカーに変えます。次にボスの分身が出現し、プレイヤーに範囲が示された受け渡しできる線をつけてきます。23マーカー担当の人は頭割りの線を取ります。AC マーカー担当の人は扇範囲の線を取ります。14マーカー担当の人は円範囲の線を取ります。B を基準に、頭割り、扇、円範囲、
この順で覚えてください。コールもこの順で OK です。線の取り方には決まったルールがあります。C マーカー側担当の人は B マーカーから時計回りに線を取ります。A マーカー側担当の人は2マーカーから半時計回りに線を取ります。間違いやすい例。このように扇半儀の線が隣り合って出現したとします。C マーカー担当の人はすでに扇半儀の線がついていますが、ルール通り3マーカーの線を取ります。A マーカー担当の人は半時計回りに扇半儀の線を探して C マーカーの線を取ります。残った B マーカー担当の人は中央のボス線を取り、B マーカー担当の人は何も取りません。線が確定したら、それぞれ所定の位置へ移動してください。これから各所定の位置を説明しますが、図がごちゃごちゃするので、一旦プレイヤーの分身とボスの分身を消して説明します。線が確定したら、B マーカー担当は、B マーカーのど真ん中からやや内側に立ちましょう。頭割り、扇担当は、B マーカー側の外周で3回し、ボス扇を誘導します。円半儀担当は、A または C マーカーの外周に行きます。線出しは D マーカー外周です。準備が終わったので色々ギミックが発動します。まず、ボスと新円半儀、扇誘導、巨大円半儀が来ます。次に頭割りが来るので、ボス斜め後ろで44に分かれます。頭割り直後、すぐ扇半儀が発動します。扇担当は、他の人よりボスと下差内に入っておきます。誘導の目安はこの床のラインです。続いてスネークキックです。ボスは A か C 方向を向くので必ず B 外周へ移動してください。ここは頭割り、扇、B 外周。このリズムで覚えます。扇半儀を見てから B 外周です。扇半儀を見てから何も考えず B 外周です。大事なので2度言いました。2分バーストについてちょっと書いておいたので、気になる人は一時停止して読んでください。次はニアファーが来るので、あらかじめ所定の位置についておきます。所定の位置につけていれば、ニアでもファーでも一歩も動かずに誘導できます。頭割り担当はタゲ差内、扇半儀担当はタゲ差外です。それ以外の人は誘導しないようにタゲ差上に立ちます。ここでの注意点です。頭割り組はタゲ差内で互いに少し距離を取ってください。近いとニアの半儀が重なる事故になります。ニアファーと同時に、模倣細胞の攻撃が順番に発動します。分身は中央を向いているので、扇半儀も中央向きです。この処理法は模倣細胞をあまり意識しなくて大丈夫です。ニアファーを誘導した人は、最初にボス扇を受けた位置に戻ります。それ以外の人は、2マーカーへ移動して分身の頭割りを受けます。この後、外周で扇を処理している最中にボス下へ円半儀が来ます。分身の頭割り組はボスタゲ差に入らないように、3マーカー側で次の頭割りを受けてください。これが一連の流れです。結構盛りだくさんですね。ですが、覚えてしまえばそんな難しいことはやってません。次は各範囲の実際の視点を見ていきましょう。まずは、頭割り担当からです。2マーカーの模倣細胞から線がつきました。線の担当は、B から頭割り、扇、円範囲です。今回は2マーカーなので、頭割りの線を取ります。ボスの分身が出現。A マーカー側担当なので、2マーカーから半時計回りに頭割りの線を探します。隣が頭割りだったので、A マーカーに移動して線を取ります。他の人に取られないよう分身の下へ。線が確定したら、すぐに B 側外周で扇半儀を誘導します。処理後、2マーカー側で頭割り。頭割り着弾の後扇半儀を確認したら、B 側背面へ移動します。次はニアファーです。頭割り担当なので、タゲ差内に入りニアを誘導。ニアファー後は、再び外周に戻ってボスの扇半儀を誘導。これで一連の流れは終了です。次は扇半儀担当です。A マーカーの模倣細胞から線がつきました。線の担当は B から頭割り、扇、円半儀です。今回は A マーカーなので、扇半儀の線を取ります。ボスの分身が出現。A マーカー側担当なので、2マーカーから半時計回りに扇半儀の線を探します。隣が扇半儀だったので、2マーカーに移動して線を取ります。線が確定したら、すぐに B 側外周で扇半儀を誘導します。
処理後、2マーカー側で頭割り着弾時に、扇半2担当はタゲ差の中に少し入っておきます。扇半2を確認したら、B 側背面へ移動します。次はニアファーです。扇半2担当なので、タゲ差外でファーを誘導。後の流れは頭割り担当と同じなので省略します。次は円半2担当です。1マーカーの模倣細胞から線がつきました。線の担当は B から頭割り、扇、円半2です。今回は1マーカーなので、円半2の線を取ります。ボスの分身が出現。A マーカー側担当なので、2マーカーから半時計回りに円半2の線を探します。4マーカーに移動して線を取ります。線が確定したら、すぐに A 側回収に行き、大円半2を捨てます。すぐに2マーカー側で頭割りをします。扇半2を確認したら、B 側背面へ移動します。後ろ行ってない子です。あれほど行ってるのに。次はニアファーです。関係ない人なので、誘導しないように中央側のボスタゲサ上で待機します。ニアファーが着弾したら、すぐに2マーカーに行って分身からの頭割りを受けます。受けたらボスのタゲ差に入らないように、3マーカー側で分身の頭割りを受けます。これで一連の流れは終了です。次は線なし担当です。D マーカーの模倣細胞から線がつきました。線なし担当です。ボスの分身が出現。他の人が線を取りやすいように中央に線を引っ張っておきます。他の人を見て線が確定したら、B 側最外周に行き大円半2を捨てます。実は、これ以降は大円半2の A 側組と全く同じ処理なので、説明を割愛します。最後にボス線担当です。B マーカーの模倣細胞から線がつきました。ボス線担当です。ボスの分身が出現。真ん中のボスからの線を取りましょう。線が確定したら、すぐに B マーカーのど真ん中からやや中央寄りにボスを誘導します。これ以降は大円半2の C 側組と全く同じ処理なので、説明を割愛します。変異細胞。アルファとベータのデバフがつきます。デバフカウントが0になるまで、アルファはダメージを受けてはいけないデバフ、ベータはダメージを受けないといけないデバフです。タゲを持っているタンクにアルファがついた場合、オートアタックでもダメージを受けてはいけないので、必ずタンクスイッチをしてください。マナスフィア。東西に白い玉が出現し、その周りに青、緑、オレンジ、紫の4種類の図形が並びます。この後の詠唱で、青円半2、緑はドーナツ、オレンジは横扇半2、紫は縦扇半2を白い玉に取り込まれた順番で出してきます。ここで重要なのが、図形の並び方です。片側は全ての図形が白い玉から等間隔。もう片方は、青と紫、緑とオレンジ。このペアが白い玉との距離が違う形で出現します。さらに図形には、触れると止まる性質があります。これを利用して時間差を作り、同じ図形が同時に発動しないようにしてアンチを作ります。やることはシンプルです。ベータデバフの人は等間隔になっていない方を見ます。その中で、白い玉に近いペアを確認してください。確認できたら、等間隔側にいる同じ色のペアにぶつかります。北側の図形にはタンク1人、南側の図形にはヒラと DPS の3人で当たります。図形に当たったら、すぐに移動してください。その場に残ると被弾します。これで、一発目は右側は横扇、ドーナツ範囲、もう片方は縦扇、円範囲になり、右側の白い玉の南北にアンチが生まれます。2発目は逆側に走ります。最初から見ていきましょう。まずアルファかベータかを確認します。アルファはボス下、ベータは図形に当たりに行きます。次に等間隔じゃない方を見て、その中の白い玉に近いペアを確認します。確認できたら、等間隔側にいる同じ色のペアに当たりに行って、図形の発動順をずらします。この時、デバフカウント0でアルファベータが突き直すので、
自分がどっちになったかを必ず再確認してください。すべての図形が吸い込まれたら、あとは縦アンチの範囲をそれぞれ避けるだけです。弾のアンチを2回処理した後、ネザーワールドファーまたはニアが来ます。ファーならアルフが、ニアならベータがボス下に入って頭割りを受けます。ボス下に行かない人は、アンチでそのまま待機していましょう。最後に補足です。ここは LB のタイミングです。このタイミングで LB2 を打っておくと、最後に LB3 が溜まり、LB を2、3と打ててお得です。アルカリアンフレーム。とても痛い全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。ダブルソバット。すでに説明しているので説明を省略します。アルカリアンドリーム。とても痛い全体攻撃です。しっかり軽減を入れましょう。このフェーズ、とにかく長いです。3分以上かけて、先に見たギミックを、後から順番に実行する、これを何度もやらされます。一気に全部理解しようとすると、正直かなり頭が痛くなります。なのでまずは、理由は後回しで処理だけ覚えてください。なんで処理がこうなるのかは最後にまとめて説明します。今回ご紹介する処理は、ワンエース回です。まず、可能ならマクロは8つ作ってください。模倣細胞、最初の記憶。模倣細胞が4体ずつ、合計8体出現し、線がついたプレイヤーの姿を模倣します。ここで見るのは1つだけ。最初に出た形が十字か X 字か。これは後で必ず使います。模倣細胞は先に X 字に出現しましたね。メモっておきましょうか。一旦、線で繋がった自分の分身の前に行きます。そして、何も考えずに、1マーカーの人と B マーカーの人が立ち位置を入れ替え、4マーカーの人と C マーカーの人が立ち位置を入れ替えてください。そして、今いる位置のマーカーマクロを押してください。これで、アタック、ストップ、10のマークがつきます。1B 入れ替え、4C 入れ替え、全員近くのマーカーのマクロを押す。ここではこれだけ覚えてください。ここの理屈も、今説明すると逆にややこしくなるので、後で説明します。次に、ボスの分身が3体出現し、1、2アンチか、3、4アンチかの範囲予兆を出します。この時点では攻撃は来ません。ただの予約です。なのでここは、1、2アンチか、3、4アンチか、形だけ覚えておけば OK です。今回は1、2アンチです。この情報、かなり後半で使えます。ということなので、1、2アンチをメモっておきましょうか。次に、AC から時計回りにボス分身が8体出現します。この分身から円範囲か頭回りの線が交互に出ます。そしてこの範囲は AC の担当の人から時計回りに順番に発動します。ここも深く考えなくて OK です。A が円範囲なら、隣の違う色のマーカーの人と線を入れ替える。A が頭回りなら入れ替えない。これでこの後の範囲が A が円なら、円範囲、頭回り、円範囲、頭回り。A が頭回りなら、頭回り、円範囲、頭回り、円範囲、と来るようになります。最初がどっちかだけ覚えてください。今回 A の分身は頭割りでしたので、これをメモっておきます。一定時間後、新称等 A の詠唱で線が確定します。詠唱完了と同時に、さっき予約された範囲が来ます。1、2アンチでしたね。詠唱完了、即移動。ウィンドブルムメテオと浮島。全体攻撃です。しっかり軽減してください。その後、フィールドが浮島に切り替わります。MT 組は B 島。ST 組は B 島に頭上マーカー関係なく行きましょう。島には4種類の塔が出ます。赤、動くと即死。黄、後でタケノコ。紫足す光、ビーム足す死の宣告。緑足す光、反対の島へノックアップ。この時点ではまだ踏みません。まずやることは一つだけ。これは予約なので自分がどの塔を担当か覚える。タンク平か DPS に光の円範囲が降ってきます。これを受けると、光耐性低下がつきます。そして闇の塔と風の塔は光属性を含むため踏めなくなります。もし自分の担当が踏めない塔だった場合は、近接同士、遠隔同士で担当を入れ替わってください。この場合、タンクが光属性低下になったので、位置を入れ替わって自分は闇の塔を担当します。ここは、光を受けたら闇と風はダメ、この認識だけで大丈夫です。円形フィールドに戻り、すぐに円範囲と頭回りの4セットが始まります。フィールドが戻る前に、頭割りか円形範囲どちらから始まるか、自分はアタックマーカーチームなのか、逆なのかを意識しておきましょう。アタックマーカー組は東、
ストップ10マーカー組は西側フィールドを使います。頭割りからなので、3と4マーカー付近で頭割りをします。次にアタック1とストップ1は大円範囲は1または2マーカー外周へ捨てます。他の人は C 側から攻撃を続けられます。また3と4マーカー付近で頭割りをします。最後にアタック2とストップ2は大円範囲を1または2マーカー外周へ捨てます。大円と頭割りの2セットが終わったら、浮島に戻ります。2回目は浮島になるエリアは表示してくれません。数字マーカーを目印に前に出過ぎないようにしましょう。今度は実際に塔を踏みます。猶予はあまりありません。紫、来週にビーム誘導。死の宣告はエスナ。赤、ヒートなので動かない。黄、足元ハンニが出るので即移動。緑、反対の島へ。塔の中の立ち位置ですが、紫塔は南側に立ち、緑塔は塔の中で反対側へ行けるような立ち位置にしっかり立ちましょう。また、反対側へ行ったらタケノコに気をつけてくださいね。塔処理後、紫塔の人にニア、緑塔の人にファーがつきます。ニアは南側数字マーカー角、ファーは南側トゲサ状。近接の無色は南でニア誘導、遠隔の無色は北でファー誘導です。浮島の最後です。中央の3体の分身のうち、北か南がブラックホールに吸い込まれます。今回は北が吸い込まれました。ここで思い出すのは、12マーカーアンチだったこと。なので、北は縦扇、南は東西扇でしたね。吸い込まれた分身は、4回目に北側で扇範囲をしてきますが、これは一旦置いておきます。今見るのはここ。残った2体の分身が浮島に移動します。このうち、真ん中の分身は円範囲。つまり、真ん中が行った島は絶対 NG。これだけ覚えてください。最後に、全部で4回分の範囲。実際に覚えるのは1回目と2回目だけ。1回目に思い出すこと。一番最初の魔法細胞。10字だったか、X 字だったか。説明してきた映像では X 字範囲でしたね。なので、1と4の外周で頭割りです。2回目に思い出すこと。最初の方に出た、中央に並んだ3体の範囲予兆。真ん中の分身が行った島は円範囲。絶対行かない。扇範囲の分身が来た島がアンチ。縦か横かを確認。今回は南の分身が B 島にいたので、B 島から東西に扇範囲が来ます。3回目は1回目の逆です。つまり1回目が14だったので、AD で頭割りです。4回目はブラックホールに吸い込まれた分身が、北から扇範囲をしてきます。12アンチが吸われていたので12アンチに行きます。最後に、アルカリアンドリームの栄唱で全体大ダメージ。これでこのフェーズは終了です。ここからは、なんでこの処理になってるのっていう仕組みの話を、できるだけ分解して説明します。このフェーズ、心象投影っていう技のせいで、予告される世界、実際に攻撃が来る世界、この2つを行ったり来たりします。つまりこのフェーズ、攻撃の予告が何回か来て、それを後からまとめて実行される、みたいな構造になってます。細かく見えるんですが、やってることは大きく分けるとこの3つです。1、大円範囲と頭割りを2セット。2、ウィンドブルムメテオとニアファー。3、大円範囲と頭割り足す分身範囲を2セット。2は他とあまり絡まないので、ここでは1と3だけ特に説明します。説明は各ギミックに関係ある予告だけをピックアップして説明します。なので、実際の時系列とは前後します。1、大円範囲と頭割りを2セット。まず最初の方で、ボス分身が AC から時計回りに出ます。この分身、出現した順番で攻撃してくるって決まってます。しかも分身は、頭割り、大円範囲、このどっちかの予兆を出してます。この時点では、誰に当たるかはまだ決まってません。この線を取った人に、その分身の攻撃が飛ぶ仕組みです。つまり何が起きてるかというと、AC からの攻撃順は固定。例えば、頭割り、楕円、頭割り、楕円って並びだったとします。この順番自体は変えられません。でも、誰がそれを受けるかは線を取ることで入れ替えられます。この処理では、アタック1、2、ストップ1、2。この4人が、必ず楕円範囲を担当するようにしたいです。
だから A が楕円範囲なら隣り合う違う色のフィールドマーカーで取る線を入れ替えます。これで結果的に1発目の楕円、2発目の楕円。この2つを同じ側、同じ図上マーカーの人で処理できます。だから、東、アタックマーカー組、西、ストップチェーンマーカー組っていう、わかりやすい配置が成立してます。3、楕円、頭割り足す分身範囲の2セット。ここが一番ややこしいところです。ここ、実際に来る順番はこうなってます。1回目、頭割りと楕円範囲。2回目、分身の範囲。3回目、頭割りと楕円範囲。4回目、分身の範囲。この2回目と4回目の分身範囲が予告を分けてくるのでややこしいんです。まず、1回目と3回目に関係する話です。最初に出てくる模倣細胞が十字だったか、X 字だったか、これを覚えておいてください。この分身は、線がついたプレイヤーをコピーして、後で同じギミックをもう一度やってきます。この後、ボスの分身が出て、円範囲か頭割りの線がつきますよね。ここで何も考えずに線を取ると、分身の出現順のままギミックが発動して、移動量が増えたり、処理場所が毎回ばらけたり、ちょっとややこしくなります。なので、簡単にするため各方式ではここを整理しています。最初に1と B、4と C を入れ替えることで、その後の線取りで楕円範囲が2、B、3、C 側の模倣細胞によるようにしています。これによって、1回目の楕円範囲、3回目の楕円範囲、この2つが同じ方向に来るようになります。結果として、楕円範囲は南東側、頭割りは北西側。この形で、1回目と3回目の頭割りをほぼ同じ方向で処理できるっていう、わかりやすい配置になっています。次に2回目と4回目に関係する話です。この予告は、ドリーム全体の最初と最後に2つに分けてきます。まず最初の予告。ドリームの最初の方で、中央ラインに分身が3体並べましたよね。下の分身、扇範囲。真ん中の分身、円範囲。南の分身、扇範囲。この時、12アンチか34アンチか、って覚えました。これ、後で出てくる扇範囲の予約です。浮島の後に、もう一回使われます。浮島の最後で、この3体のうち1体がブラックホールに吸い込まれます。この吸い込まれた分身は4回目の分身範囲に回されます。残った2体は、それぞれ別の島に移動します。この時、真ん中の分身が行った島、円範囲。絶対行っちゃダメな島。北か南の分身が行った島、扇範囲。ここが3回目のアンチの予告になります。これで全部の予告が来ました。この後フィールドが戻って予告された4回の範囲が来ます。整理すると実際に覚えるのはこの2つです。1、一番最初の模倣細胞。10時だったか、X 字だったか。10時。A 外が MT 組、D 外が ST 組。X 字。1外が MT 組、4外が ST 組。2、最初に出た3体分身の並び。1、2アンチだったか、3、4アンチだったか。浮島で、真ん中の分身が行った島、行かない。扇分身が行った島、アンチ。縦か横かを見る。3回目と4回目は逆になるだけなので、1回目と2回目さえ合っていれば、3回目と4回目はその逆がアンチになります。以上が、アルカディアンドリームの説明になります。もしよろしければ、この理屈を見た上で再び処理法を見ていただければと思います。先に進みます。ダブルソバット。すでに説明しているので省略します。アルカリアンヘル。レプリケーションからアルカリアンヘルが3回来ます。2回目はさらに痛い。3回目の映像完了で時間切れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。